皆さんこんにちは。ちょっとね風が少し強いんですが、今私は北海道のえりも岬にいます。岬っていつ来ても風が強いんですね。今回はですね山登りで来ていますが、5日間北海道に滞在しておりまして、で今日が最終日です。昨日まで毎日山登ってましたが、今日はちょっと観光とかね、グルメとかそういったようなことをしようと思ってこちらの岬に来ております。でここはね、大きな都市でいうと帯広が一番近いかな。北海道の有名な岬の一つで、私は初めて来たんですけど、海が綺麗なのとアザラシがいるのと、もちろん海鮮が美味しいのと、やっぱり綺麗っていうのがありますね。で今日はちょっとゆるふわの案内にはなるんですが、このえりも岬を皆さんにお届けしたいと思います。風は強いんですけど、今日はかなりお天気が良くて周りが綺麗です。で海鮮丼もねちゃんとあるみたいなので、ちょっと海鮮丼もお散歩してから食べたいと思います。ではえりも岬ご案内いたします。今日のえりもは晴れてるんですけど、運がいいですね。普通はあんまり晴れないですし、なんなら風ももっと強くて霧がかかりやすいところらしいですね。今日はたまたま天気が良くて、海の色もすごく綺麗ですね。せっかくのチャンスなので、ちょっと景色を皆さんにも長くお見せしたいと思います。めっちゃいい景色ですよね。もうお昼前で明かり難しくて顔かけちゃうんですけどちょっと歩いたら思いのほか早くお腹空いちゃったので、一旦ちょっと歩いて、で今からもうね海鮮丼、本当は一番最後に海鮮丼で締めようかなと思ったんですけど、もうねお腹が鳴ってるぐらいにお腹空いちゃったから、先にちょっと食べに行ってきます。いや気持ちいい。そしてね今日は暖かくて、私はダウン着てますけど、というのも北海道の9月後半って寒いんですよ普通になんだけど今日は本当暖かい。でここの場所、多分晴れてて太陽が当たるから暖かいっていうのも大きいんだろうけど、はいもう綺麗すぎてすごいです本当にこれ。ではちょっと海鮮丼ですね。で海鮮丼はここに観光センターみたいなところがあって、なんだっけえりも岬観光センターっていうのがあって、そこには海鮮の売店みたいなところと、あと飲食店とあるから、私はそこに行きます。にしても綺麗すぎる。本当綺麗すぎる。そうこのね美しい海の幸をそこね、そこの建物が観光センターで、そこで食べてきます。お土産って書いてありますよね。
実際にこういうところ入って何売ってるか見てみると、その地域のことを学ぶことができますよね。もちろんね、全部買うことはできないかもしれないんですけど、見るだけでもすごい勉強になりますし、何かしら買えますしね。で、この中に食事ができるところと、あとはお土産屋さんがあります。あとはですね、海鮮も買えます。なんかこんな感じでカニさんがいらっしゃるんですよね。なんかカニさんってね、美味しいんですけど、こうやって見るとさ、生き物やし、なんかちょっとかわいそうにも思ってしまうんですよね。うん、こんな感じで毛ガニが売られています。北海道産ですよね、当然ね。で、お値段も書いてありましたけど、私相場が全然わかんないから、これが安いのか高いのか、高級品なのはわかりますが、なんかどうなんだろうねっていうところです。で、結構大きくて立派なカニさんも後ろにはいらっしゃいましたよね。あー、カニ食べたくなっちゃった。さて、他に何があるのかな。なんか昆布とか海藻とかそっち系のものもいっぱいありそうですよね。このフコイダンっていうの私も初めて見たんですけど、そしてやっぱり、はい、日高昆布ありましたね。去年はね、利尻の方も行ってきたんですけど、利尻も昆布の名産地で、昆布餅っていうのがあったんですね。昆布で餅って最初は思ったんですけど、食べてみるとめちゃくちゃ美味しかったです。ここにも何かの海の生き物がいます。はい、ごめんなさい。あんまり詳しくなくてですね。ここにもね、見たことないものが結構置いてあったりとか、生松もっていうのも実は初耳で初めてここで見たんですが、ちなみに食事のスペースはこんな感じです。結構広いです。お土産屋さん自体も広い。はい、私もそこにいます。あとは、はい、昆布とかやっぱり多いですよね。もうほんといろんなものを置いてあってね、いろいろとこう買って自分の自宅で食べたいんですけど、全部買ってもね、一人暮らしでは食べきれないんですよね。ここにもさらにいろんなものがあって、あと気になったのが一つあるんですけど、この後ろにね、なんかちょっと危ない子がいますね。ちょっとそうして、はい、食事なんですけど、メニューこんな感じです。確かね、ここに載ってないメニューもあったような。でですね、周りを見てみたら、えりも岬ラーメンっていうのがかなり人気で、多くの方が食べてました。でも私の、はい、狙いは海鮮です。このトロトロ丼ってなんだろう、気になっちゃうんだけど、でも海鮮丼でいいかな、今日は。そういえばね、席なんですけど、海が見える側に座ってみました。結構見えてましたよ。そして、じゃじゃーん。ございます。なかなか美味しそうですね。いくらも結構たっぷりと乗っています。そして寒いせいか、本当にお腹空いちゃったので、多分一瞬でこれを食べきっちゃうんじゃないかなと思います。ではでは、いただこうかな。で、最近ね、割り箸を割るのがなぜか苦手で、綺麗に割れないんですよ。いろんな方法試したんですけど、最近なぜかね、綺麗にまっすぐには割れないんです。はい、完全に余談でしたけど。ほら、今も頑張って割るんだけど、確かこの時も綺麗には割れませんでした。それではいただきます。で、今日はね、寒くて風にも吹かれちゃったので、お味噌汁の方からいっちゃいました。なんかね、最初に少し飲むと結構温まりますよね。体も心もね。そしてネタは何から食べようかな。そういえば、醤油を海鮮丼にかけるときって何が正解なのでしょうか。私はね、醤油のかけすぎが好きじゃないから、いつもね、こうやって魚1個、ネタ1個にちょっと醤油を取って、それを筆みたいな感じで使ってやってるんですけど、皆さんはどうされていますか？いや、美味しいですよね。いつも通りだけど、編集している自分が、この食べている自分が羨ましいんです。だいたい夕食前に編集することが多いので、本当に大変です。で、ちょっとご飯を落としちゃったか。私の地元ではね、海の魚があまり食べられないので、日本に来て、
もう毎日魚が食べれるのはすごく幸せなんです。しかも日本中旅したりすると、その地域ごとにそれぞれの名物のお魚があったりとか、もうね、楽しいんですよね。そして、はい、よく物を落としちゃいます。でね、これ日本の小学校で習うと聞いたことあるんですけど、米一粒も残さずに食べたら農家さんが喜ぶんだってね。本当かな、本当かな。はい、海鮮丼美味しくいただきました。もう農家さんも悲しまブブブブブブ、風強い強いんですけど、もう少し海見たいしてたら、アザラシさん本当にどこにいるか知りたいから、もう少しね散歩してきます。さっき見えたね、先っちょまでどうやって行けるんだろうな。なんかよくわかんないけど、ちょっと探してみます。あ、何か赤いのが見えてますよね。これってもしかして。そうなんです。鳥居でした。やはり日本の神様は海から入るんですね。神様の気持ちはわかるかもしれません。こんな綺麗な海があったら、なんかどこかその辺に住みたくもなりますよね。で、アザラシはね、見当たりませんでした。きっといらっしゃるとは思うんですけど、また次回お会いできたらなーって思います。にしてもこの景色本当に癒されますよね。そしてはい、私が探していた先っちょのところはここです。ここを歩いていくともう海に出られます。っていうのは言い過ぎなんですけど、ここの場所がすごく好きです。はい、もう顔がなかなかね見えづらいんですけど、もうめっちゃ感動しちゃって、えりも岬がこんな綺麗だとは知らなかった。なんなら通り道へし寄ってみようって気持ちできたら、もうね綺麗すぎてめっちゃ感動してます。多分人生の中で見た岬で一番綺麗だと思います。もうねすごいんですよ。海のパワーも感じますね。すごい。今ね展望台の先まで向かってます。風が強い。銭形アザラシなんだって。でね、この方々はですね、この下に結構いるらしいんだけど、探すかそう簡単に見つからない気がしますけどね。アザラシさん出てきて。アザラシさん、アザラシさんいないね、いないね。えりも岬気に入りすぎて本当は帰りたくないんですけど、この日はね飛行機もあるし、帯広から東京に帰ることになっていました。その後お寿司食べて危うく飛行機を逃すところではありましたけれども、いずれにせよ帯広方面には移動しなければなりません。本当に想像超えの岬でした。
今日はここまでです。私は今回の相棒のところに戻ってきましたけれども、こっち側の海も綺麗すぎて見てしまいます。最後まで見てくださってありがとうございました。また次の動画でもお会いしましょう。バイバイ。